はい、こんにちは、村岡正則です。今回はホームセンターで釣り人が買うべきアイテム10選、紹介していきたいと思います。今までの動画でちょっと被るやつもあるんだけれども、一つ一つおさらいしながらお話していこうと思います。はい、でまずですね、第1、手袋です。手袋はどんなとこでも売ってるし、釣り具屋さんでも売ってるんだけど、港南でしか多分売ってないと思われるこの EX フィットっていうですね、手袋があるんですよね。でこれは何かっていうと、これ同じなんですけど、めちゃくちゃ薄いんですよ。で手袋って釣り人の皆さんは当然するんだけど、じゃあ手袋してて、一番多いのは糸結び替えようとかなんかしなきゃって時、結局指先がうまく器用にできないんで外すじゃないですか。だけどこの手袋だけはむしろ手袋してノット組んだ方がそのままギューって締め込んだりでめちゃくちゃ便利なんですね。カメラの操作とかスマホを使う時でも普通の手袋だと外したくなるけど、これだとつけたままできるということで、もうこれ一択なんですよ。っていうか自分の知ってる限りこれより薄い手袋がないです。なんか肌感覚が素手感覚、金尾も撮影の時ね大変そうだから一回俺の M サイズ、僕はねこう買い占めてるんですよ、どっさーっと。コーナー行って M サイズの棚にこれがあったらズワッと買って、でもさすがに全部持ってったら今日ね買いにして困る人もいるかもしれないから1個か2個残して定期的に買います。でもうどのボックスにも入れてあって、車にもあって2階建てなんですけど、上にもあるし下にもあるし、全てのバッグに入ってるみたいなぐらい配置して、使いたい時さってつけてっていうぐらいでやってる、めちゃくちゃ便利なアイテムですね。でカインズとかジョイフルホンダとかも行ったけど、手袋はねブワーって並んでるんだけど、ここまで薄いのないですよね。この装着感ゼロの、岡本001みたいなもんなんじゃないですかね。すいません思わず言って思いついてしまった。大変失礼いたしました。それが第1です。で第2はですね、ラインブレーカーおよびノッターです。ゴムホースと木の棒、ホームセンターで買ってラインブレーカーを作れます。でノットを締める時の締め具ですね。でこれは作り方の動画もうすでに上がってるんで、ぜひご覧になってください。実際上げたらめちゃくちゃ多くの人がやってくれて、Twitter なんかもこれが溢れ返ってました。嬉しいなんかね、作ったら納得。これがむしろ一番。思いっきりラインブレーカーメーカーさんに怒られそうだけど、これがベストだなってぐらい、なんて言ったって水に浮くとかね、持ってて軽いとか、もう本当に便利な一品です。はい、そしたらその3、ビニールです。そんじょそこらのビニールじゃありません。いや普通超特厚地ポリ袋ですね。普通のポリ袋は 0.002 ミリっていう厚さだったりね、0.05 とか多いんですが、0.1 ミリっていうですね、非常に厚いビニールです。でこれ何に使うかっていうと、S とか L が売ってて、自分はやっぱりこれ見たらまとめて買います確かにいっぱいありますよね。でまず L の使い方。 L はいつも基本的にはバッカンに細い部分にいつも入れてます。一番活躍するのは魚釣れた時、不意に釣れた時ですね。でクーラーボックスって持ってってしっかりね魚入れる時もあるけど、やっぱクーラー今日はなくていいやっていう自分みたいなリリーススタイルだと、クーラーなくてもいいやってやってんだけど、ヒラメ釣れちゃったとかマゴチ釣れちゃったで、さあ持ち帰ろうって時にですね、これがあると便利なんですね。でこれ分厚いんで、基本車にそのまま魚入れても、スズキの背びれぐらいがぐっさぐっさやったらさすがに穴開いちゃうけど、カサゴメバルぐらいの小魚だったら入れて普通に持ってても穴が開いて海水がジャバジャバ車の中こぼれちゃうってこともないし、コンビニで300円の氷買って入れれば家につくぐらいだったら十分冷やして、保冷力がないけど魚が腐るってことはなく持って帰れるんで、よく多用っていうか必ず1枚入れてます。ボートにも置いてるし、全てのバッカーにも1個ずつ入ってるアイテムですね。でそれからもう一つ使い方があって、これ L サイズなんですけど、家の中でね保管してる人はいいんですけど、自分みたいにちょっと半屋外みたいなところで釣り具保管してると、これ冬用の防寒着なんですね。これダイワさんのもう極厚のあったかい防寒着で、夏の間一切着ないんで、吊るしとくとそれはほこりだらけになったりしちゃうんですけど、ここをうまく切ってハンガー通して引っ掛けて春から秋まで放置するって感じで2着ぐらい入るんで、これをねビニールがけのがバババババッと並んでるって感じで、だからこのほこり防止シートですよ。これね別にゴミ袋でもできるけど、厚手だからもう多分ねこれなんか5年目とか
紫外線は当たらないところだけど紫外線にも強いです。で S これはね3枚入りなんですね。でこれも必ずバッカに入れてます。で S は何かというと、さっきのこの L サイズ使うほどじゃない小魚釣れた時ですね、ほぼ海産物を入れて持って帰る時にこぼれないように使ってますけど、やっぱりもう何が嫌って、クーラーボックスはね海水こぼれないからいいけど、こういうビニールに入れて二重三重にしてもね薄いやつは簡単に穴が開いて、もうね魚の血とね体液の染み込んだカーペットって悲惨な、絶対皆さん一度は経験して学ぶんですけど、それをねいつでも準備しとけば大丈夫ってアイテムなんで、ぜひ皆さん見つけたら買い占めたらいいと思います。で最近ねあんまりねこれがニーズがなくて、結構ね行ってもなかったりするホームセンターが多いんで、みんなバンバン買って、でなんだこの需要はなんだっつってね、当然ホームセンターとかって今ポスシステムで需要と販売量見ながら仕入れをやってるんで、やたら売れてんじゃんってなれば、常にみんなが買えてみんなが安心な世の中にしましょう。はい、それではその4、塩素剤です。じゃんじゃん。で一番最初は小林製薬さんの洗浄丸っていうですね商品として発売されて、ジクロロシアヌル酸塩っていう、塩素剤です。常温だと何にも塩素を出さないけど、水に入ると溶けて泡とともにこうバーッと、よく学校のプールで先生がこうポーンと放り込んでるあの白いやつがほぼ同じです。昔は排水口のぬめり取りとかそういうのに売ってたんだけど、ある時この洗浄タブレットとして小林製薬さんが売り出した時に僕が飛びついたんですね。でそれまではプール用の塩素消毒剤を買って自分でスプーンで測って使ったりしてたんですけども、これで要は錠剤になったことでめちゃくちゃ使い勝手が上がりました。で洗浄丸が大ヒットしたんですが、当時はまだ600円とか500円したんだけど、最近はですね各ホームセンターがプライベートブランドですね、これも江南商事で一番安いのはねイオンです。イオンのバリューが180円ぐらいで12個入りで売ってるんですね。だからもう1粒10何円で買えるわけですが、じゃあこれで何するかっていうと、ベーダーとか長靴の消臭です。一番使うのは。はい。でこう靴ですね。で長靴なんかは中はね最初はドライですけど、やっぱ夏場の炎天下でもね履いてると、人によっては3回目、そんなに普段足臭くない人でもワンシーズン使うとさすがにこうちょっと嗅いだ時に匂ってきます。であれはですね、汗を分解する微生物がこの靴の中の布上で繁殖して、で臭いんですね。だから汗が臭いわけじゃなくて、その人が臭いわけじゃなくて、あくまで微生物が繁殖するから臭くなるんです。夏の大腹筋が臭くなるのと一緒ですね。であの微生物は殺せば全く匂いがしなくなるので、それを殺す時にこの塩素剤を使うわけです。このネオプレン生地、ソタビだったりウェーダーだったりもめちゃくちゃ便利であったかくて保温力いいんだけど、なんせ水を吸う素材なので、酸っぱい匂いがやがてしてくるわけですね。だから中の足臭い匂い、それから生乾きの雑巾みたいなね酸っぱい匂い、この辺が一発で匂い消せるんでめちゃくちゃ便利です。はい、で塩素の量決まってるんで、水の量で薄さを調整するんですね。濃きゃ濃いほど脱臭効果も殺菌効果も強いけど、脱色効果もあるんで、気をつけてください。で例えば脱色しすぎるとどうなるかってやると、これまさにそうなんですけど、黒い部分がこういう白っちゃけてきたり、青い色素がね濡れてってしまいます。これも GT5 キャッチぐらいしてつどつどこう持つから、もう帰ってきたらひどい匂いだったわけですが、しかも3日間ひたすら GT っつったんで、乾く間もなく GT の体液がついてって、もうこんな感じだったけど、もうこれで一発で消えるわけです。でもちょっと塩素濃すぎて色が落ちちゃったってケースですね。だから薄めでやって、どうしても色落ちしたくない人は薄い濃度からやって、でそれでもね結構効果あるんで、もう少し欲しいなって言ったらちょっと濃くしてって感じで慎重にやってください。で僕はもう別に色あせてても全然いいと思ってるんで、もうバン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 入れていきます。はい。で水溜まったらもう簡単ですね。学校の先生のプールのようにポチャンと入れるだけです。と泡が出て、で塩素、この別に触っても大丈夫だけど塩素が溶けて、水がこの塩素臭さなったらつけるわけですね。つけていいのは、例えば手袋なんかはこうそのままつけて、一晩置いとくのが一番ですね。で時間ない時は1時間ぐらいつければ確実に取れるし、長くつけるほど色も落ちやすかったりするんで、殺菌効果自体はですね、実際自分の経験上、塩素が溶けた水にくぐらせて絞って乾かすだけでほぼ匂いが消えるぐらい
そうすると色も落ちづらいんで、それがおすすめでもあります。もうこれなんかもね、もう3回で臭くなるので、外回りのアイテムだから臭いまま使ってる人も多いと思うんですけど、この生乾きの匂いね、それからフェルトも匂いがつくんで、これもドボドボっとつけて、お腹ごと、要はこの塩素水が濡れたところは確実に、殺菌ができるということですね。でウェーダー、ナイロンウェーダーなんかは臭くなるのはここですね、フェルト部分だから、自分はここだけひたひたってやって、さっきも言ったように濡れた状態で 5,6 分経てば匂い自体は消すので、これはこう浸してディッピングしたら、これで干せばフェルトの裏が臭いなって気になるなって人はいいし、中がねめちゃくちゃ臭くなった人、自分は結構たくさん使うんで、これ秋用の新品なんですけど、この秋ガンガン着ていくと冬にはねもう使い物にならないっていうんですかね、穴があちこち開いて直してたりで、だから自分は処分しちゃうんですが、まあ一般のアングラーさんですと3シーズンぐらいね使うと思うんで、もう中が臭いなって人がたまにいるんですけど、そういう人はここに1錠ずつ入れて、でこの中に水張ります。でタップに水張って、ちょっと放置したら水抜いて逆さまにして干して中を乾かすことですね。全部裏返して先に中側を乾かしてって感じでやったら、匂いなしの快適さが続きます。でもう一つやっぱね、自分が日々やってて、ライフジャケット、ウェディング用の、これもね自分は5月6月7月9、10、11、ライフジャケットが乾く暇がないぐらい毎日濡れる時ありますね。皆さんもそうだと思います。ガチ系のねアングラーは、そういう人はだんだんこの辺下が臭くなるんですよね。やっぱ毎日海水に浸かるんで、だからこれもこうザバザバっとつけてしまいます。でつけて乾かせば乾くってことですね。ってな感じで塩素剤大活躍です。でもう一つ、最近さらに当然ニーズを受けて小粒タイプっていうのが出てて、こっちもおすすめです。で洗濯物でよく T シャツとかが夏場なんか干し損ねて一回臭くなったりしたら、もうね微生物が繁殖したらアリエールとかでね除菌抗菌って言ってるけど、実際ほとんど死なないんですよ。だから一回臭くなった T シャツは何度洗ったってどんどん臭くなる一方なんで、一回雑菌をね殺さないと匂いは戻りません。なのでこれを自分の場合の洗濯槽だとね一粒ぐらいでいいと思います。そうするとほとんどね塩素の匂いしないけど、確実に菌は殺すし色落ちもほとんどしないんで、この小粒タイプ1錠を自分はこまめに、たまになんかバスタオルとか臭くなったなって言ったら、洗う前にこれ1錠で1回つけ置きして、で洗って干すって感じでやると酸っぱい匂いが消えるんで、これは生活の知恵ですけど、ただこれね本来の使い方じゃないし、色落ちしても責任取れませんので、目立たないところでやるっていうか、まあ自己責任でやってもらえたらと思います。でもね使いこなすと酸っぱい匂いとか足臭な匂いから解放される生活がやってきますんで、はい、安心安心なんでかホームセンターの人になってるはい、それではその5、じゃん。でもねこれ結構みんな知ってるんで手短にいきます。知らない人向け、バスマットコーナー行くと珪藻土マットっていうのが売ってるんですね。これです。ちょっとね自分のもうめちゃくちゃ汚いんで新しく買ってきました。で要は水を吸う石みたいな、土って書いてあるけど石ですね。でもねもう頭突き一発で割れるんで、落としたり頭突きしたりしないようにしてください。でこれに何使うかっていうと、濡れたものを乾かします。で使い方はもうルアー干しですね。釣りから帰ってきて洗ったルアーですね。洗ったルアーこのまま開いといても乾くんだけど、やっぱり結構時間かかるので、自分は時間ある時っていうか上に持ってっちゃった時はこれをガッとひっくり返して、そうすると最初は濡れるんだけど水はあっという間に染みてって、で時間とともに水は乾くんですね。だからルアーからこの針とかから水分を素早く奪って、この接地面がすぐ乾くんですね。だから乾く時間が半分ぐらいで済むので、自分はルアー干しコーナーにこれを置いて、洗ってきたやつをガシャーってひっくり返してケースを立てかけて干して帰るって感じでやってます。はい、でその6ですね、これです。プラダン使ったと金具使ったストリンガーです。自作ストリンガー、これも動画があるんで見てもらえたらと思います。はい、この7、これはねホームセンターじゃなくても薬局でも売ってるけど、これです。何それ？サポーターです。でまあ腰痛くなったり肘が痛くなったり、釣り人ってなんかおとなしい趣味に思われるんだけど、ルアーフィッシングに関して言えば、自分がね通ってる整体師さん、スポーツ整体のとこ行った時に一回自分の釣りのキャリアとかいろいろ説明して、自分の肩とか肘のね、まあ僕も基本壊れ気味なんですよね。でレントゲンとか撮ってもらった時に、なんか村岡さんは毎日2試合ぐらい連日投げてるピッチャーみたいなもんなんですねって言われて、
で野球の選手って1日投げたら4日休むじゃない。もうそれを毎日やってるようなもんですよねって。それは壊れて当然ですよって言われて、でもそんなあんな振りかぶってやりませんよって言っても、竿が長いんで投げた時の反発力でルアーがあんだけ飛ぶってことは、その反動が必ず体にも来てて、それが手首肘肩って関節で吸収するから体は動かないけど、それなりに関節にねダメージがやってて、1日何頭投げるんですかって聞かれて600頭みたいな話をしたらそれは壊れますよって言われて、ああなるほどと思ったわけです。まあでも肩と肘はね自分はだましだましやってるんですけど、やっぱ年とともにしんどいのが腰ですね。船の釣りとボート乗った時とウェーディングの時、まあもうね腰が本当にバッキバキに痛くなります。硬くなって、で故障はしてないんだけどバキバキに張るんで、ワンミスでぎっくり腰になったりしちゃうんで、結構ねサポーターマニアで世の中にあるこういう腰用のサポートベルトはほとんど買ってます。で一番シンプルなただ巻くってやつから全部未だに持ってるんですけど、これが何年か前出た時衝撃を受けて、これはそこそこそれでもね 4,5,000円しますが、ちょっと高いです。4,5,000円ぐらいしたはずなんだけど、書いてないけどちょっと高いけど、これはねめちゃくちゃおすすめなんです。で何かっていうと、ここに上って書いてあるんで、こっち上向きにしてここを外した状態でまず締められるだけ締めるんですけど、ここの骨盤ですね、ぶつけると痛いとこ、この恥骨っていうのか、ここの骨に当てます。でギュッて締めた状態から両サイドでさらにこうグッと締めるんですね。でこれでウェーダー履きます。そうすると戦闘力がね15ぐらい上がります。特に、ね、防御力がね10ぐらい上がるんで、まあメタルスライムとかと戦えるぐらいになってくるとレギュラーマンに耐えられるみたいなね、こんな感じで、もうだから自分はウェーディングする時と結構ハードなジギング船とか乗る時はこれをして、でウェア着てやってますね。だからちょっとね腰、若い人は大丈夫かもしれないけど、ちょっと最近腰痛いんだよなって人はぜひ試してみてください。もうねもう感動的なこの仕組みが。私も一時期探しててサポーター、でもどれがいいかわかんないし、買って試してみるにはどれも高すぎて、結局手を出せずみたいですね。じゃあ買ってあげないとコメント欄で花尾さんにサポーター買ってあげてくださいってなっちゃうパターンですね。L サイズ、多分 M サイズがいいんだろうな。はい、男性は L がいいですね。はい、それではあと3つですね。その8、これです。じゃん。あれは心臓が止まって人が倒れてる時にさっと駆け寄ってバンと当ててってやつではありません。なんと岩谷で火のマークカセットコンロです。で、このケースはあってもなくてもいいんだけど、何がいってこれねこう風防付きなんですよ。カセット風防プラスとかいったような名前だったような気がする。はい、なのでもう屋外で使う時に普通のじゃ絶対ありえない風に強さがあります。もう実感できるレベルですよ。これだけなんだけど全然違うのと、これの何がいいって、詳しい人には分かる 4.1 キロカロリー 4.1 キロワットこれの何がいいって 4.1 キロワットっていう、これねそこら辺のアウトドアバーナーでもそう出せない火力を持ってるんですね。でかっこよさとかおしゃれさで言ったら確かにアウトドアメーカーのシングルバーナーとかね、その辺もありだと思うんですが、もうなんて言ったってこの安定感ですよ。もうどんな場所に置いても鍋が倒れる気配ない安定感、火のつけやすさうんぬんで、だから持ち運びかさばるんで車に置いといて車から出してって時はもうこれ一択かなと思ってます。でもうこのガス大事で、安物でもいいんだけど、このねパワーゴールドってシリーズはプロパンが入ってるんですよね。入ってたはず要はブタンガスオンリーだと普通の火力なんだけど、そこにプロパンちょっと足してあったりすると低温用、低い用とか高火力用なんですよね。書いてある？低温値用。よく知らずに、アウトドアボンベはそうなんだけどこっちもそういうもんだと思ってたけど、プロパンとは書いてない。 LPG です。 LPG で、このセットでやると真冬の外でもコーヒーが沸くし、ありがちな缶が冷えちゃって全然お湯沸かないみたいなのもなくて、風がそれなり吹いててもいいしっていうんで、めちゃくちゃいい一品です。釣り人を買うべきですか？もう釣り人は一家に2台でいいんじゃないかな。車に1台、お家に1台なるほどですはい、それでは9番目ですね。こちらです。じゃんじゃん。ものは一緒です。シリコンスプレーです。久しぶりの登場だ。
そうだね、まあ俺にとっては毎日触るようなものなんだけど、シリコンスプレーですが、これもね動画で一度自分の調光ルーティンっていう動画で、使い方等を説明してますが、竿とかねリールの糸ですね、ここの部分にしっかり吹いてあげることで飛距離を伸ばしたりラインを保護するってために使っております。それから竿先にコーティングしてあげることで飛距離をねアップできる効果もあるんで使ってます。でいろいろあるけども、最近ね売ってるのはほぼこのね無溶剤って書いてある溶剤がないタイプですね。糸はどっちでも問題ないんですが、竿とかだと溶剤タイプだともしかしたらガイドのエポキシ樹脂をちょっと侵しちゃうかもしれないんで、ドライタイプとか無溶剤って書いてあるタイプがおすすめですね。これがコーナン、これがコメリ。まあたくさん売れるんで、これはもうねカインズも全ホームセンターが PB ブランド出してるんで、買ってもらえたらと思います。でおまけだけど、同じようにだいたいこれの並びに潤滑油と、グリスも売ってるんですね。最近はね100円とかで売ってます。100円でこの3つが。だから自分はもう全部買ってて、リールのね潤滑油もリールオイルとか専用オイルも各社さん出してますが、自分はホームセンターの潤滑オイルを水でザーって洗って乾かした後シュッシュッって感じでやって、で外側拭いて、で保管する時が多いです。そうすると次に使う時にシャリシャリっていうのはかなり防げるんで、それで日々を回しております。でそれでもシャリシャリいった時はもうラインローラーの中のねベアリングがダメになってるんで、ベアリング交換屋さんとかメーカー修理出したりしてます。それでは最後ですね、10番目はね順番間違えた。しょぼかった、結束バンドです。タイルアップバンドともいうのかな。しょぼいだってまあだろうねみたいな、あーとかそんな反応が期待できる。で別にへーっていう使い方もないです。普通に袋縛ったり竿を束ねたりいろいろやるんだけど、もうバズーカの固定とか、自分はロックしたいものはもうこれも自分のバッカンタックルボックスとかドカットとかあらゆるところにもう分けていつも入れてあって、なんか保持したいなって時は基本これで全部考えるんですね。でこれを3つ4つつなげればチェーンみたいに長くもできるし、でこれで何でも縛るし、どんどん使って切って捨てるって感じでやってます。だからまあこれはね持っとけばアイデア湧いてくると思うんで、なんだろう自分がねよく使うのなんかない、普通さっき言った魚入れて縛る時にたくさん余れば縛れるけど、縛りづらいなって時はこれで縛るしとか、そんぐらいしかないんですけど、もうこれもね絶対持っといて損はないんで。あと一番最近使ったのは3日前に稲田釣り行ったんですけど、船の生けすに稲田がいっぱい入ってた時に、俺の稲田っていう目印をつけるために尻尾にこれ巻いてました青物持つ時とかサワラ持つ時にこれ尻尾巻いておくと、このバンド掴んで魚出せるんで結構いいですなくても全然何にも困んないけど、3日前はそんな使い方です。はい、ということで、ホームセンターで釣り人が買うべきアイテム10選でした。ホームセンターはねいろんなものがあるので、自分はねホームセンターをうろうろするのがすごい好きで、今回の企画で4時間ぐらい時間あったんで、改めてね自分のボロボロのやつがね珪藻土マットとかあったんで、新しいのも買った方がいいかなと思って買いに行ったんですけど、もうアイデアが湧きまくるんですよね。いろんなものがあって、これは使えないかなってやりながら、だから自分はホームセンター行く時必ずメジャーとスマホ持って、で基本ねいつもここの収納なんとかしたいなって時は必ずスマホであらゆる角度から撮ってて、で余裕あればサイズも測ってあって、スマホのノートにね打ち込んでるんですね。であそこの下の足場を作ろうって思ったら、ホームセンターでメジャー当てながらアイテムを探したりしてます。だからこれなんかも今回10選入れてないですけど、これはボートの人なんかはぜひ使ってもらいたいんですが、魚を置くためのスポンジマットですね、こういったのもねホームセンターの端っこにちょっと置いてあるわけです。はい、こういうのをね買ってきて切ってメジャー貼って濡らした上に魚を置けば魚が全く傷まないとか、こんなことだから自分家じゃ収まらなくて家を別に一軒借りる羽目になっちゃうわけですけど、これも遊びの一環としてやっておりますんで、皆さんもぜひホームセンターライフを楽しんで安心安全な釣り人ライフを送ってください。ということで以上でした。ありがとうございましたおかしい、安心安全ってね